こんにちは、M ハポネサです。今回の動画は2023年夏に日本に行った時の動画になります。まず成田空港に着いてすぐあるところに向かいましたが、最初に特急電車に乗り、久々の電車に子供はとても嬉しそうでした。私と息子は前回日本に帰ってきたのは2年前でパンデミックの最中でした。私たちは2020年の春、日本に来る予定でチケットを取っていましたが、コロナでキャンセルになり、主人は5年ぶりの日本になります。実は今回出発10日前に私がコロナにかかり、その後主人にも移り、出発を1週間遅らせました。もちろん飛行機の返金料金はかなり取られ、痛い出費になりました。そんなこともあり、予定をかなり変更しての帰国だったので、成田空港から直行で子供のヘアカットに向かいました。この日にどうしても髪を切りたかった理由は、翌日七五三の前撮りの写真を予約していたからです。この時まではアメリカでは私が髪を切るか近所の床屋に連れて行くかでした。なので初めてのシャンプーの経験でした。子供は最初から最後まで少し緊張気味ではありましたが、とっても気持ちよかったみたいで、本当に気に入ってました。実はアメリカに戻ってから近所で同じように車に乗りながらカットしてもらえる場所を見つけて行ってみましたが、日本の後に行くとやっぱり差が違いすぎて2回目はないかなという感じでした。その後は結果、私がまた髪の毛を切ったりしていましたが、この間私が行っている美容院に連れて行き、きれいにカットしてもらいました。私としてはやっぱり日本のところが一番です。子供は飛行機の中でも寝れたのは数時間でしたが、成田空港から直行したにもかかわらず、興奮しているのか全然寝ませんでした。私たちは駅からも近い新宿駅までも歩いて行ける西鉄インに滞在しました。建物の中に入るとすぐ左側にサンマルクカフェがあり、右側にはスーツケースが入るロッカーが並んでいました。新宿西鉄インは荷物のお預かりがない代わりにこのロッカーを使用するようになっていました。確か無料だったと思います。私たちの部屋はベッドが2つ、真ん中にテーブルがあるタイプでしたが、事前にメールをして子供がいるためベッドをくっつけてくださいとお願いし、対応していただきました。日本のホテルのお部屋は基本的に小さいですが、ここはテーブルと椅子もあったこともあり、比較的過ごしやすかったです。中でも夏子連れ旅行中に一番最適な洗濯ができる場所がホテルの中にあるのがとても便利でした。しかもアメリカでは考えられない値段の安さで、また洗濯洗剤もすでに常備されていて入れる必要がないというのがとても良かったです。さすがに着いた初日は洗濯しませんでしたが、滞在中3回は洗濯しました。なので長期で滞在を考えている方にはかなりおすすめです。子供はアメリカにいるときは自分のベッドで一人で寝ていますが、今回は3人で寝ても十分なスペースがありました。アメリカでは比較的小さいお店で買い物をすることがないので、カゴを持って買い物ができるコンビニは子供はとても楽しそうでした。ホテル滞在中の朝ごはんはほとんどコンビニでした。アメリカに住んでいる私たちからすれば、このコンビニでの買い物がどれだけ楽しく幸せな瞬間かは日本から戻ってくるとものすごく感じます。この間日系のスーパーでサンドイッチを買おうと思いましたが、値段を見てびっくり、6ドルぐらいしました。なので普通に美味しいおにぎり、サンドイッチがこの値段でどこでも買えるのはとても幸せなことだなと思います。
この日は朝が早かったためタクシーを捕まえて渋谷まで行きました。日本に帰ってくるたびに渋谷には訪れてますが、スクランブル交差点での子どもの反応が気になっていたんですが、全く興味はなさそうでした。今回の旅行での一つの目的でもありました。子どもの七五三の前撮り写真を撮りに行きました。子どもは一番話す言語は英語になります。日本語とスペイン語をゆっくり教えていますが、今回撮影の際に担当のお姉さんが英語を喋ってくれてとても助かりました。撮影はそんなに長くないですが、やっぱり4歳の子供はすぐ飽きてしまうので、ピカブーなどをしてくれました。親バカになりますが、どの写真もとてもよく撮れていて、すごく満足でした。ぜひまたお願いしたいなと思ってます。その後は子供はやっぱり遊びたいと言うと思っていたので、頑張ったら連れてってあげると約束していたので、渋谷近郊のインドアプレイエリアに行きました。この場所は事前に調べておいて完全予約制だったので、 LINE でお友達登録をし、 LINE を使って予約をしていました。私たちが最初に行った時は時間帯的にあんまり混んでなく、最初は子供一人でした。なかなか外は暑いので涼しい場所で遊べるところをあんまり見つけられなく、ここは今回の滞在中3回は利用しました。3回目の時は主人にお願いして、私は一人で買い物を楽しませてもらいました。子供は砂場で遊ぶのが大好きなので、砂場でたくさん遊んで、その後砂落としのドライヤーがあるのは初めて見ました。文句を言いながらもとても楽しそうでした。ここは渋谷駅からは少し距離があるので、ここからの帰りは毎回タクシーでホテルまで帰っていました。だいたい2000円少しだったと思います。翌日はゆりかもめに乗ってお台場ら辺に遊びに行きました。子供はやっぱり電車が大好きでとても興奮していました。竹芝に子供が遊べる場所があったので、オンラインでチケットを購入して行きました。オープンまでにまだ時間があったので、目の前の場所で少し走ったり座ったりして待ってました。ここから船も出ていたので、時間があれば乗りたかったのですが乗れませんでした。ここは小さいお子様には最適な場所だったと思いますが、4歳の子供には少し物足りなかったかなと思いました。その後はまたモノレールに乗って初めてのチームラボに行ってきました。チケットは事前に予約をしていたので、外で少し並びましたが15分ぐらいで入れたと思います。正直4歳の子供を連れて行くのは少し不安がありましたが、実際とても楽しめていたので行ってよかったです。あんまり何も考えていなかったので、終わった頃には子供のズボンはびしゃびしゃでした。そしてこういう日に限って着替えを持ってきていませんでした。前回戻ってきた時も本当は行きたかったんですが、当時2歳半の子供を連れて行くのはもちろん難しく、主人もいなかったので、今回3人で楽しみにしていたので行けてよかったです。その後またモノレールに乗ってガンダムを見に行こうと思ったんですが、時間帯的にも少し厳しく、タクシーに乗って行ってきました。
私と主人は遠くの距離からは見たことはあったのですが、これだけ近くで見るのは今回が初めてでした。もちろん子供も初めてでしたが、ロボットとかがとても大好きなのでとても喜んでいました。ただそんなに長くいなかったと思うんですが、この間に私も子供も蚊に刺され、私は3カ所ぐらい刺されました。その後は少しウィンドウショッピングをして、子供がアイスを食べたいと言っていたのでアイスを買いに行きましたが、結果巨大綿あめになりました。今回の旅行ではだいたい夕方にタクシー、電車に乗ると必ず寝ていました。また別の日はホテルから歩いて10分ぐらいの距離にある新宿中央公園に行きました。公園自体とても広くて、子供が遊べる器具もいっぱいありました。公園の中にはプールもありましたが、水着を持ってきてなかったので残念ながら子供は水遊びはできませんでした。2回公園に行ったうちの1回は公園の目の前からバスが出ていて、バスに乗って明治神宮に行きました。2回目は公園の目の前にあるレストランでお友達家族とブランチをしました。その前に公園で遊びました。実は待ち合わせの前に時間があったので都庁に見学に行こうと思ったんですが、残念ながらその日は休館日でした。そしてさすが新宿の公園だけあって、いろんなところにルールが英語で書いてありました。子供は砂場で遊ぶのが大好きなので、やっぱり日本の公園は砂場が多くていいなと思いました。また別の日は横浜のアンパンマンミュージアムに行ってきました。私たち夫婦は行きたいところが他にもいっぱいあったのですが、やっぱり子供中心に考えて移動してました。私自身アンパンマンを見て育ってきたので、子供にもアンパンマンを好きになってもらいたいと思い、小さい時からよく見せてました。ただうちの子はアンパンマンではなくバイキンマンが大好きです。この日ばかりはアンパンマンに出会えたので、途中からアンパンマン好きに変わってました。さっき子供メインと言ったんですが、やっぱり行ってみたかったラーメン博物館に行ってみることにしました。最初は同じ横浜なので近いかなと思って行ったんですが、電車で30分ぐらいかかりました。歩いて向かってる最中に子供が日本に来て初めてお昼寝をして、全く起きず私たちはラーメンをゆっくり食べられ、美味しいのはもちろんとても大満足でした。
最初に頼んだラーメンが少し小さめだったので、せっかくの機会なので違うお店のラーメンも食べに行きました。2軒目の小紫のラーメンは普通サイズだったので、かなりお腹がいっぱいになりました。その後一旦ホテルに戻り、少し休憩をしてから友達に会いに新宿に行きました。せっかくなので歌舞伎横丁に夜ご飯を食べに行きました。最初は小さい子供を連れて行くのはどうなのかなと少し不安でしたが、観光客も多かったですし、時間帯もそこまで遅くなかったので大丈夫でした。ここの魅力は東京にいながらも他の地域のご飯が楽しめ、お店は地域別に分かれてますが、他のお店の食べ物も他のお店からオーダーできてよかったです。皆さん、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。